できるだけたくさん記録を残しとかなきゃっていう、なんかこの山あれですね、スカッシュブロック自体今なかなかどこにでもあるもんじゃないので、ドンギルマっていう家紋があって、指で見つけると足がそっち側に向くし、あれもダブルスラッシュという今は母親の頭の中にしかない情報をなんか共有できる形にしたいっていうのすごいあるんですね。ボレボレしますね。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ブロック塀研究会の会長藤井と申します。よろしくお願いします。同じくブロック塀研究会副会長の、藤井と申します。お願いします。はい。いや、私も5年ぶりなんであんまり記憶があれなんですけど、多分そこ渡ってそっち方面に行くと良さげなブロックが5年前はあったので、今日もあるといいんですけど。はい。じゃあよろしくお願いします。行ってみましょう。お住まいは埼玉県川越市ですよね。はい、そうですよね。ってことはもう水江まで探しに来た。そうですね。自宅から今日は1時間半ぐらいかな、電車で。そのなんていうか全部の区を回った方がいいかなと思って。なんかこっちの方じゃない。この宮山あれですね。青梅タイプ。青梅市っていうところで初めて見た。上の山がね、この枠にこのなんつうの重なっちゃってる、これ特殊なんですよ、ちょっと。青梅近辺でしか見たことなかったのに。江戸川区でまたお目にかかるとは、いやー、なんかちょっと感動です。じゃあ結構レアな。そうですね。割となんか地域限定タイプですね。青梅市のものが江戸川区に。前来た時は気づかなかった。前来た時気づかなかったですね。多分ここになんか家があって見えなかったのかも。もうでもそういうことここにあるからね、一応。そうだね。ねえ、これ本当珍しいんですよ、この宮山。すいませんね、こんな話で。意外とちょっとしたものがなんかここ本当狭い範囲にしかないみたいなのは割とある。あとこれもですね。それがすごいレアってわけでもないけど、上の六角形のやつは東京都と埼玉県限定かな、今のところと思ってます。そうだね、小金井とかにもあったね。そう。あと下のあれちょっと反り菱って言うんですけど、ちょっと反りが入ってるひし形で反り菱って言うんですけど、反り菱の真ん中がちょっと盛り上がってるやつ、あれも東京都内か埼玉県の東京都よりかな。あんまり広範囲にはないんですよね。このコンビネーションは、珍しいと言っていいと思います。改めて見てみる。どういうとこを見るんですか？なんで並べ方？なんか3つ並べて1個開けて3つ並べて1個開けて。今建築基準法で縦横斜めに連続して使っちゃいけないっていうことになってるので、それが平成何年かが分かんないけど建築基準法でそう決まったのが平成何年十何年だから忘れましたけど、それ以前に作られた塀だったらこう連続してるっていうのはあり得るんですけど、これから新しく作った塀はこれは法律的にできないので、そういう意味で、貴重かなと、思います。ある程度歴史がある。そうですね。どっちか片っぽだけでも素晴らしいのに、それがなんか組み合わさることで、これとこれがコンビになるのか、いいですね。やっぱここにしかないっていう組み合わせっていうかね。スカッシュブロック自体今なかなかねどこにでもあるもんじゃないので、あること自体がもう素晴らしいなっていうか、しみじみと。
でそこに来てやっぱこれね、反り菱と亀甲の組み合わせっていうのが、なかなか、得難い、珍しい、珍しいですよね。やっぱ歩いてきて目に入るとおーっていう感じで、一気に盛り上がりますね。じゃあ、あれがですね。今思うか、あれも亀甲か。この近所でメインイベントじゃない家紋があって、源氏車っていう家紋があって、でそれを模して作ったんだろうなと私たちは勝手に思ってるんですけど、すごいですよね。この単独で使えば半円なんだけど、こういうふうに上下でちゃんと円の形にして車にして初めて源氏車になるっていう、絶対だから源氏車を想定してブロックのデザインの人が作ったとしか思えないですよね。くっつけるね、前提で、このなんか立体感とそうだよね、素晴らしいと思うんですよね。手の込んだ、よく見ると、なんかこの内側もあれだね、なんかここもボコボコしてこの周りの囲みの中で一回へこんで、なんかね、中の円の中でもちゃんとボコボコついてるっていうのが手が込んでますよね。出ますね。それからやっぱり車だから車にするためにね、ちゃんと前後で合わせてるけど、そういうデザイン自体そんなにないと思うんで、2つ合わせると何かになるっていうデザイン自体が珍しいと思うんで、これはとてもレアですよね。っていうかこれ自体はその前に東京都瑞穂町とかかなで見たことあったんで、これ自体は知ってたんですけど、このデザインの車にしたのは初めて見たっていう。上下向かいに並べて頼みました。これぞ本来の使い方。そうですよね。いや素晴らしいですね。あとこれなんかもうダーって並んでるのがまたね、すごいね。そう。いや惚れ惚れしますね。いつも2人で来られたりする？いやそれは決してないですね。そんな否定しなくても。2人で来られることもある。昔出雲という島根県の出雲に2人で行ったことは探索に行ったことあります。それ以外は基本私が1人でバラバラ。最初は母の方が写真撮ってて、面白いなと思って見てて自分を撮り始めてっていう、なんか共同で何かやってたってわけじゃないんですけど、それぞれやってて、実際にじゃあなんかやろうって感じだったのがそのフォトブック的な、最初のきっかけはそういうところだったのかなって感じがします。そうなんだっけ。フォトブック作ろうってなる前から写真は撮ってたんだっけ。いや撮ってたよ。そうですか。なんかそうですね。なんかね撮ってんなって思って、確かに面白いなと思ってたんで、そうか。その時は自分は三鷹の方に住んでたんですけど、三鷹の方とかでなんか撮ったりして、僕がなんか金魚の糞みたいにくっついてるみたいな感覚なんか母親がいろいろやってるんで写真撮ったりとかしてるんで、これはなんか世に出した方がいいみたいな思ってなんか勝手に本作ったりとか、なんか親子でやってるっていうこと自体がすごい面白がってもらえて、確かに、で親子でやってるんですかってみんな最初に驚いてくれるので、やっぱ親子でやってると面白いんだってそんな感じでしたかね。なんか自分で想像してなんか30も過ぎてもずっとこんななんか一緒に出かけるとかあんまりね、イメージとしては湧かなかったんですけど、こうブロックがあるためにね、こんなことに今夜やしたね。いや地図的にはこっちだったはずだけどね。はい。あら、なんか綺麗になっちゃった。いや、ここ臭いかもね。なんかこの松の木のお庭の感じとか多分ここのお宅だと思うんですけど、しょうがないですね。残念。ね、できればなんかね貴重な
透かしブロックなんで、私個人としては、ね、ずっと残っててほしいんですけど、よそ様のね私のものじゃないし、よそ様のお宅なんで、ね、私は何も言うことはできないんですけど、残念といえば残念ですけどね。でもなんか悲しいな。そうだからこういうふうに亡くなる前にできるだけたくさん記録を残しとかなきゃっていう、なんか、はい、いても立ってもいられないっていうか、早くしなくちゃ早くしなくちゃっていう亡くなる前にそんな気持ちで、はい、やってます。なんかいろいろ8年もやってきてるので、いろんな地域回ってみてるので、いろいろ驚きがありますよね。なんかこのブロックここでしか結局見たことないなっていうのもあれば、意外なところに結構新潟にもあるし、長野にもあるし、東京でも見たし、結構それが岡山にもあったとかね、っていうのもあるんで、それもびっくりしますよね。なんかね、一時期にそういう野望もあったんですけど、Google マップみたいなここにこれ発見みたいな、ここにこれがあるみたいな、なんか地図で作ったら面白いよねとは思ったんですけど、ね、今の仕事がなんかウェブマーケとかコンサル系なんで、なんかゆくゆくそういう仕事で得た知識でなんかできるのかなとかちょっと思ってますね。やっぱりそのなんかデータをなんか共有できる形にしたいっていうのすごいあるんですよね。今は母親の頭の中にしかない情報をなんか形にしてみんなに見せられたら面白いなと思うんですよね。ある意味役割分担だね。はい。なんか集めるね情熱で言ったらやっぱ母親の方が圧倒的にずば抜けてるんで、それはもう任せちゃおうかなみたいな。これもさ、いやなんか残ってるんだけど、あれがダブルスラッシュと私たちが名付けた。前あっちまでダブルスラッシュあったと思うんだけど。これじゃあ唯一の生き残りみたいな感じなんですか？唯一。へなんか貴重だ。なぜここだけこのゴミ捨て場前に写真撮ったけど残存するダブルスラッシュ。ダブルスラッシュは結構珍しいよね。ダブルスラッシュもやっぱり私これもやっぱり青梅とかで見てて、だからさっきの青梅タイプの深山と同じ流れで、ね、同じ業者さんがやったのかなとかなんかね思ったりするわけですよ。意外とこの江戸川と青梅の案外だからこんなどっちごとないデザインですけど、東京都内だと前橋かなぐらいでしか見たことないと思うんですで、関西とか東海地方とかでは絶対見てないです、やっぱ東京都内、関東、けなげですね。頑張ってもらいたいですよね。車通勤してて、で車の道すならだいたい毎日渋滞するとこって決まってるじゃないですか。どこの信号の前とかどこのなんとか街道が混むとか。それで朝必ず混むとこの左側に住宅の塀があって、キラキラマークみたいな塀を毎朝こう信号待ちしながら、透かしブロックこういう模様だなと思いながら見てて、で帰りは帰りで別のところでまた混むんですけど、帰りに混むところでもいつも見てる透かしブロックがあって、その似てるけどちょっと違うんですよ。朝見る模様と帰り見る模様が。それ毎日このどっちも見ながらね、なんかこの模様そういえばちょっと関連があるなとか、そういうことに気づき始めて、それでなんか興味持つようになったんですね。そもそもね、なんかそういう路上系っていうか、そういうのも好きだし、路上系ね、なんかちょっと変なところに目を向けるみたいな、そういう癖はあったんじゃないですか。トマソンっていうのがあって、1980年代に赤瀬川源平っていう美術家の人がいて、トマソンっていうなんか建築物に付着したなんか役に立たないものを、その赤瀬川源平さんがトマソンって名付けて、その時なんか巨人軍だかなんか野球チームに鳴り物入りでアメリカの大リーグから移籍してきたんだけど、全然役に立たないトマソン選手っていうのがいてね、それになぞらえてトマソンっていう名前をつけたんですよね。家の2階に
の壁にドアがあって、本当はそのドアの下に階段がついてたんだけど、階段を取り外しちゃったからドアだけ残ってるとか、あとなんか逆になんだろうな、家の入り口に階段があって、でも最初はそこにドアがあったんだろうけど、なんかドアなくしちゃってドア潰して壁になっちゃってんだけど階段だけ残ってるみたいな、なんかそういう役に立たないけど大事にこう残されてるものみたいな、そういうのがトマソンっていうのがね、本を買って夢中になってそのトマソンの本を読む、そういうの結構好きだったんですよね。20代ですか。そうですね。だからまあ道歩いててなんか不思議なものがあるっていうのが、それがちょっと原点かなみたいな感じはあるんですけどね。はい。新宿に来ましたけれど、あ、そうですね。またちょっといい感じの塀があるはずなので、ちょっと行ってみましょう。ちょうどね、ぴったり私の撮った写真が日付が4年前の10月21日で、今日なんですよ。なるほどなるほど。4年前の今日。ぴったり4年前。4年後ちょうど。いるかどうかって。そうですね。やっぱりなんか昭和の時からあまり建て替えてないみたいなとこがある感じはしますね。あ、ここじゃんまさに。こんなとこよく来たよね。あ、素晴らしいですね。奥まで入ってきてるね。これがなんか蝶々とかオリゴンとか呼んでいるやつで、これはなかなかいいデザインです。なかなかないよね、これはね。コンクリートの塀の中にブロック埋め込んだのか、いや、積んで上になんか塗ってんじゃないの？ブロック積んだブロック塀にコンクリートで塗装したのかな、表面。そんな気がするけどね。いや、そうね、残ってた。ずっと残っていてほしい。なんかやっぱり匂うっていうか、なんか古そうな道だなと思うと、なんかちょっとやっぱ入ってみたくなりますよね。で見つけた時のこの喜びたるや、って感じでね。ここなんかだってさ、ここまで来ないと分かんないもんね。まあ、力来たのかもしれないけど。ああ、いやでもないよ。こう見渡してみて、なんかグレーっぽいなと思うとついてみるっていう。グレーを見つけると足がそちらに向くっていうのがありますね。修正。いろんな新しいのを発見しに行くのがなんか冒険っていうか、それの行く過程っつうんですかね、見つけに行く、それ自体も結構好きで、一人でこのね、行ったことない県とかに旅行に行くわけですけど、その目的としてスカッシュブロックなかったら絶対行かないようなとこにブロックあるから行けるっていう、それもなんか楽しいなっていう。冒険のなんか目的みたいなのが好きなんですよ。なるほど。これはWI と言ってっていうか、なんかアメリカのブロックのカタログで WI っていう名前がついてて、まあ両側から Y が2つこう向き合ってるので WI なんですけど、これが埼玉県の熊谷市っていうところにものすごい WI がたくさんあって、これ見るとだから熊谷を思い出す。熊谷。新宿にもねあるんですよ。はいはいはい。素晴らしい。なんか石がいっぱい入ってるね、これ。なんかね、砂利が混じってる。その土地土地によってなんかこの配合が違うっていうか、色とか入ってるものが違うらしいですね。はい。その土地の砂を使うから。なんかめっちゃ混じってますよね。これはなんかでかいよ。混じり物が多い。面白い。なかなか見ないかもしれない。ねえ。ああですね。でっかい車が作ってる。はい。これ。なかなか面白い。ね。ここに乗せたのはなんでかなっていうので、別にここから上の段いらないんだけど、なんか余っちゃったのかなとかね。逆にそこだけ取ったとかじゃない？逆になんかこれこのなるほど。
門のこれをつけるためにとか、あっちも続きがあるっていう。あこれダイヤだったんじゃないですか。あまあでしょうね。まあなんかこの朽ちた感じが口かまた、これ撮影隊で来るとなんかじっくり見られていいですよね。なんか一人で来てなんかこうおばさんがこんなね見てたらなんだろう頭おかしいんかなって思っちゃう。みんなで来るとなんかじっくり見つめられていいですね。なるほど。楽しいですよ。ブロックのこと考えてると楽しくって時間を忘れてしまいます。なんか変なものだな、なんでこんな種類あるんだろうなみたいな、あの形である必要って別に。まあまあまあ、ね、そこなんですよね、全然ないのに、ね、なんでああいうの作るのっていう本当にいっぱいあって、その謎がまたね、その不思議なところがいいですよ。まあね、やっぱそこになんか無駄な感じ、そのなんかこんなんやんなくていいのにみたいな、そういうところがまた面白いですよね。